こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、教師が30代のうちにしておきたい10のこと、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。先日20代のうちにしておきたいことっていうね、動画配信させていただきましたけれども、これ結構好評だったんですね。なんかいいねがいっぱいあったりとか、あるいはコメントもいっぱいつけていただいてありがとうございます。で、中に30代の動画も撮ってくださいなんていうコメントもいただきましたし、あと何を隠そうですね、昨日2024年9月13日宮沢優衣ついに40歳になりました。複雑です。30代が良かったというのが本音ですけれどもね、40歳になりましたということで、元30代の宮沢が30歳を一応10年間やらせていただいたので、こういうことしといてよかったなとか、こういうことしときゃよかったなっていうようなちょっとした後悔とかね、いろんな気持ちがやっぱあるわけですよ。それを今これご視聴いただいている30代の学校の先生の皆さんに伝えたい、届けたいって思いがありますんで、今日このね動画を撮っていきたいと思います。ただ今これご視聴いただいているのが20代の先生だった場合ね、20代の先生もやがて30代は来るわけですよ。なので予習という意味で見ておいていただくのもバッチリ OK です。また40代の先生、僕と同じような元30代の先生ですね、もしかしたらやり残しがあるかもしれません。なので40代でも50代でも遅すぎるっていうことはないので、何か参考になることがあるかもしれませんのでね、よければご視聴いただけたら嬉しいですし、今日この動画今から10個紹介していきたいと思いますけれども、おすすめの本、書籍とかそういった結構耳寄り情報も中にはあったりするので、ぜひぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ、それでは早速いってみましょう。教師が30代のうちにしておきたい10のこと。1つ目、早速いきますよ。子ども主体の学級経営、授業作りっていうことですね。これはね、もうこれ大事です。やっぱり教師成り立ての時はあれやらなきゃこれやらなきゃっていう思いはあるんだけれども、とにかくこのスキルが追いついていないので、あれしなさい、これしなさい、もうこれやっときゃいいからわーって引っ張っちゃうんですね。で引っ張っちゃって子どもと圧力を生んでうまくいかないっていうことを何回も繰り返してしまうわけです。多くの先生がそうだと思いますし、僕自身もそうでした。だけれどもやっぱそれを繰り返していくうちになんか違うよな、確かに自分が引っ張った方がいいものはできる時もあるんだけれども、実際子供喜んでないし、ああもう終わった、やらなくてよかった、もうやらなくていいんだな、嬉しいなんていう悲しい言葉を聞くこともあるわけですよ。そうじゃなくって子供たちがあれやりたい、これやりたい、あれやってみようぜ、じゃあみんなで力を合わせてやってみようで結果出来上がったり、あるいはそのプロセスを通して子どもたちが伸びていくと、目先の成果だけじゃなくって本当の意味での成長が促されていくわけですよね。こういった子ども主体の学級経営、授業づくりっていうものを本格的に目指していく、そんなゾーンに入ってくる、それが30代なんじゃないのかなっていうふうに思います。やり方はいっぱいあると思いますし、それを僕は日々この宮沢優衣教育研究所チャンネルでお話をさせていただいているので、今日は詳細はちょっと省略したいと思いますけれども、ぜひ教師主導から子ども主体の学級づくりや、そして授業を目指していくようにマインドチェンジをしていきましょう。詳細は他の動画を見ていただけたらなっていうふうに思いますけれどもね、よろしくお願いします。一つ目は子ども主体の学級経営、授業づくりということでした。これが一番30代大事じゃないかなと思います。続いて2つ目、専門性を磨くっていうことですね。専門性を磨く。あと20代というのはできないことがめちゃくちゃ多いですね。もう授業から学級経営から文章から保護者対応からありとあらゆることができない、うまくできないわけです。なのでまずそのあらを潰していく、できないところを潰していくっていうのに非常に多くの時間を費やされるんですね。ところが30代に入ってくるとあらかた仕事を覚えて、なんとなく大体そつなくいろんなことができるようになってきました。これが30代だと思うんですよ。でこの時にいろんなことを経験してきたので、これ自分得意だなとか、これちょっと苦手だなっていうか好きじゃないなとかいろいろ出てくると思うんですよ。授業の例えば小学校の先生だったら授業の教科もそうだと思います。自分がこれ得意だぞ、好きだぞっていうところを専門性磨いていってほしいなっていうふうに思うんですね。そうすると何が起きるかっていうと、その専門性を磨いたことによって、あの先生あれだよね、
例えば算数だよね、算数といえばあの先生だよねっていうような自分の代名詞になってくるわけです。代名詞ができてくると何が起きるか、方々から呼ばれるようになるんですよ。先生ちょっと教えてっていう職員室で呼ばれるっていうこともあるし、自治体地域の研修でちょっとこの算数これ先生教えてくれない、今度研修で少しお手伝いしてくれないとか講師してくれないっていうようなお話が30代前半中盤後半増えてくるんですよね、実は。で何を隠そう、僕自身は一つの特定の教科を突き詰めていったっていうより、その僕が一番突き詰めていたのが学級経営っていうことなんですね。いろんな分野があると思うんですよ。教科じゃなくても ICT とかなんかあれとかあれとかちょっとパッと出てこないですけども、いっぱいあると思うんですよね。なので、大体仕事が一巡してなんとなく雰囲気が分かってきた30代はちょっと自分はこれで積み上げていきたいなっていうものを1つないし2つぐらい磨き上げるっていう、そういう目で見てもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。結果いろんな人とのつながりもできていきますしね、豊かになってくると思います。仕事人生が。2つ目は専門性を磨くということでございます。3つ目はですね、困っている同僚の先生に時間を割きましょうということですね。20代の時には自分のために全ての自分の時間を注いでもよかったんです。逆にそうじゃないとうまく仕事が回ってこなかったと思います。でも大体仕事が一巡した30代っていうのは結構ゆとりが心にも体にもね出てきてるものなんですよね。なので授業が6時間目終わって職員室に戻ってきてですね、ふっと椅子に座ってさあ仕事やるぞ、これもいいんですけれども、椅子に座った瞬間ちょっと周り見てですね、困ってる先生いないかなっていうふうに少し見渡していただく、これだけでも随分違うんじゃないのかなっていうふうに思いますね。これ30代の先生だからできることかなっていうふうに思います。困っている同僚の先生に自分の時間を少し使ってあげるといいかなって思いますね。4つ目、教育法規に基づいた仕事ちょっと堅苦しそうなお話の予感がするんですけど、めちゃくちゃ大事なんでちょっと停止ボタンを押さずにここだけちょっと聞いてもらっていいですか。ですね、30代になると責任のあるポスト役割につけられることが多くなってきます。なんとか主任とかね、そういうことが多くなってきます。で、責任があるっていうのはどういうことでしょうね。なんか責任があるって言葉よく使いますけれども、ぶっちゃけよく分かんないじゃないですか。責任があるって、これ責任があるっていうのはどういうことかっていうと、判断を求められるっていうことですよ。学年主任として公務文書の主任としてあなたは A という活動 B という活動どっちをしますかという判断を迫られるということなんですよ。これが責任があるということなんですね。この時に A と B どうやって判断をつけるか。子供が喜びそうだから A にするんですか？保護者の受けが良さそうだから B にするんですか？前年度もやっていたから C にするんですか？そうじゃないですよね。まず一番大事なのは教育公務員としていろんな法律、そして学習指導要領に照らし合わせて、今この単元ではこういう学習に基づいて行っているので D をやりましょうっていうこの知識がないと主任級責任のあるポジションにはつけない。ポジションについたとしても子どもの受けがいいからとか保護者がとか前年度だからとか自分がやりたいからとか、そういう非常に主観的で曖昧な判断を下してしまう恐れがあるんですね。結果うまくいかなくなってしまうということがあったりするんですよ。これは避けたいわけです。そういう働き方を30代してはいけないということですね。なので各種教育法規きちんと読み込みましょうっていうと難しく感じるんですけれども、僕が2冊読んでほしい本があります。今日これがおすすめ本ですけれどもね、2冊紹介していきたいと思います。1つ目は学習指導要領ですね。みんな大嫌い学習指導要領、そんなこと言ったら失礼ですね。学習指導要領って本当すごく大事で、今この教科書を使っているこの問題は何に紐づいて何に基づいて行われているかっていうと、この学習指導要領から来てるわけなんですね。なので例えば修学旅行とか社会科見学とか宿泊行事とかこの単元でのこの活動とか、何か困ったな、この活動どうしようかな、 A と B どっちにしようかなっていうふうに迷った時には自分で考えるんじゃなくて学習指導要領に戻ってください。で指導要領戻った時にこの単元ではこれ学ばせなきゃいけなかったんだ一番に、じゃあ A だとかじゃあ B だっていうふうに判断の根拠になるんですよ。そして2つ目はですね、
こちら教職員ハンドブックです。これ何が書かれているかというと、学校の先生の働き方とか職務とか服務とか権利とか各教科の特性とかオフィシャルなこういう仕事はこういうものなんですよっていうのがすごく分かりやすく理路整然とブワーッと書かれています。例えば後輩の先生が結構ね厳しい指導をしちゃったと、これって体罰なんじゃないかな、どうなのかなって思った時にどこまでが体罰でどこからが体罰じゃないかって皆さんはっきりもポンと答えられますか？なかなか難しくないですか？そういう時に懲戒とか体罰ってどうなってるのかなって調べようと思ってインターネットで検索してもですね、いろんな情報がいろんなところにこう散りばめられていて分かりづらかったり時間かかるじゃないですか。その時にこの教職員ハンドブックを見ると懲戒とか体罰っていう項目があるんで、なるほど、これが懲戒なんだな、これが体罰なんだなっていうのがもう一つの本に詰まって全てわかるんですね。めちゃくちゃ便利だと思います。確かに20代の頃はそういったことを気にせずに自分の感覚で働いていてよかったかもしれないですけれども、30代になった時に君それは間違ってるよ、その指導は正しいよっていうのを教え諭し導いていかなきゃいけないわけなんですね。その時に僕が好きだからそれはいいよとか、僕はその指導嫌いだから君間違ってるよっていう主観的な助言をするとやっぱり20代もついてこないわけですよ。こういう根拠があるから君それはいいですね、それは良くないですねっていうのを伝えられる先生になっていく必要がある。それが30代っていうことですね。ただこれ一つのよりどころ参考になるんで一冊持っておくといいと思いますが、これ実は2012年第3定版なんですけれども2012年のものなんですよ。だからそこから新しく出版がされてなくてすごく残念なんですが、10年経ってもまだまだ使えます。全然使える内容いっぱいあるんでとってもおすすめです。職員室に1冊置いておくといいかもしれません。公費で買うっていうのもありかもしれませんね。これが4つ目、教育法規に基づいた仕事をということでございました。5つ目はですね、利き手を縛るということです。利き手ね、皆さん右利きですか、左利き、そういうことじゃなくてですね、利き手を縛るっていうのは要するに自分の得意分野をあえて使わないっていうそういう意味です。これはどういうことかと言いますと、一通りお仕事を覚えてきてですね、自分の得意な学習指導方法っていうのはなんとなく分かってきてると思います。で、気をつけたいのがこれに依存してしまうことなんですね。これに固執してしまうこと、もうそれ以外はやらないよ、私はこういうやり方だからって、いい意味では指導法が確立してきてる。でも悪い意味で言うと偏屈になってきてるっていうことになるんですよね。偏屈になると自分の成長がどうしても遅くなってきますからね。この時にあえて利き手を縛るっていうことをしていくと自分自身の成長が止まりません。具体例を紹介します。僕、漢字指導が割と得意だったんですよね、子どもたちに対して。で、自分のやり方っていうものが結構ありました。ところが6年7年目8年目ぐらいですかね、ある先生と出会って、ある先生が私はこういうやり方でちょっとやってみたいんですっていうふうに言ってくれたんですよね。新しい学年団、まだ学級開きの直前、春休みの時ですね。でもゆい先生のやり方ありますよね、好きなテキストとかなんかそういうのありますよねっていうふうに言われて、でもあえてそれを捨ててですね、全く新しいものを輸入したわけですね。結果何が起きたかというと、めちゃくちゃ良かったんです。その先生のやり方っていうのもめちゃくちゃ良かったし、その中にもたくさんのあらがあったんですね。その中でここはこうしていくと改善していくなっていうものを自分の中で見つけて、その先生と僕の中で融合してさらにいいものができるようになっていきました。ちょっと話変わるっていうかそれちゃいますけれども、この新韓学級担任の1日の中で紹介させていただいた漢字の指導法がそれになります。こちらね書いてありますけれども、すなわち連続的再学習っていうものを再現する最高な学習スタイル、指導スタイルを身につけることができるようになりました。これがやっぱり利き手を縛るっていうことのメリットでもあるんじゃないのかなっていうふうに思います。指導のスタイルが確立してくるっていうのはやっぱり素晴らしいことだと思いますけれども、偏屈にはなりたくないものですよね。なので新しいやり方も積極的に取り入れていく、こんなマインドを忘れないように30代の先生だからこそしていきましょう。ここまでがですね、学校の先生メインでお話をさせていただいた教師が30代のうちにしておきたい10のことのうちの5つでございました。ここからはですね、少しちょっと間口を広げて、教師というか、社会人全般30代一人の人間としてこういうふうにしておくといいよっていうものをちょっとだけ先輩からお話をさせていただければ幸いでございます。ちょっと水分補給していいですか？ちょっと喋りすぎてくたびれてきました。ごめんなさい。
ではやっていきましょう。汗もかいておでこもねバンバンテカり始めてきていますけれども、やっぱ30代40代になるとテカりが出てきますね。これねどうしようもないことではありますけれども、辛いな本当に。若さが羨ましい。さあやっていきたいと思いますね。6つ目いきましょう。6つ目はですね、キャリアプランを考えるということです。キャリアプランでございます。本当に簡単に言うと、教師でいきますか、このままこの後もっていうことです。だいたい20歳ぐらいが教師になったとしたら残り40年間くらい働くわけじゃないですか。40年間って長いですよ。どれぐらい長いかっていうと、自分がこれまで生を受けておぎゃーと生を受けて、保育園入園して、小学校入学して、中学校入学して、部活動したり恋をしたり失恋したりで、高校受験して高校生になって大学に行ったりして、初めて学校の先生になりました。これだけで20年かかってるわけですよ。それをあと2回分学校の先生やるって結構長いわけですよね。でもそれを一途にずっと続けていくっていう、これも一つの道なわけですよ。でも途中で道を少し変えようかな、これも一つの道なわけですよね。この自分自身のキャリアプランっていうものをきちんと納得した上で歩んでいくのと、なんとなくそういったものを置き去りにして漫然とただただ毎日を繰り返してしまった、これだと自分自身の幸福度っていうのが全然変わってくるわけですね。教師を続けていくのもいいんですよ。でも転職するのもいいんですよ。大事なのはそのことに対してちゃんと自分で向き合って考える時間をとって、そして自分の意思でちゃんと決定をして、そして自分の足で歩んでいく。これだけで教師を続けようと教師を続けまいと、どちらの道を歩んだとしても幸福度が上がってくるっていうことですね。そんなこと考えなくても毎日毎日、月曜日から金曜日働いていればお仕事もあるし、お金ももらえるし、何不自由なく生活していくことができるんです。だからついついそういった本当に大事なことを考えることを置き去りにしてしまいがちなんですけれども、ちょっとお時間のある時にですね、この自分自身のキャリアプランというものを考えるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。僕自身のお話をちょこっとさせていただくと、僕は退職したのが35歳の時でしたね。36になる年に退職したんだと思います。やっぱり学校の先生の仕事大好きでしたし、子供も大好きだったんですけれども、本当に自分が成し遂げたいこと、本当に自分がやりたいことを実現するには、教室から出た方が実現に近づけることができるんじゃないかっていうふうに思ってですね、思い切って退職しましたけれども、やっぱ怖かったですね。退職届書くときに12月に書いたんですけれども、やっぱ手が震えましたし、自分はどうなっちゃうんだろう、自分が自分じゃなくなっちゃうんじゃないかっていうような、なんか漠然とした恐怖もありましたけれどもね、でもあんまり深く考えずにですね、退職してももう一回教師やりたかったら戻ればいいんですよ。実際僕退職した後も講師として働いてた時期もありますからね実はあるんですよ。だから割とそんなにね思い詰めずに、深く考えすぎずに、自分の気持ちに正直に生きていくといいんじゃないのかなっていうふうに思います。6つ目はキャリアプランを考える時間というものをこの30代ぜひ取ってみましょう。多くの場合、一般論ですよ、多くの先生方と話していると30代中盤ぐらいでふとやっぱり足を止めてですね、本当に自分はこのままでいいんだろうか、あるいは違う道があるんじゃないかっていうふうに考える期間、タイミングが来るのがだいたい30代中盤ぐらいじゃないかなっていうふうに思いますね。僕自身もそこでやっぱり変えてますしね、お仕事をね、ぜひキャリアプラン考えてみてください。続いて7つ目ですね。7つ目はアンチエイジングでございます。アンチエイジングね、やばいぞ。30代前半の先生がいたら30代前半の君に伝えたい。30代終盤の劣化やばいぞ本当にこんなところにシミあったっけとか、手にまでほら見えますこれ、ね、手にまでなんか今までなかったシミが肩にもとかなんかいっぱい出てくるわけですよ。この目尻の何このシワとかさ、知らないんだけどこんなのみたいな、そういうのがいっぱい出てくるし、なんかひげにも白髪が混じったりとか、鼻毛にも白髪とか、本当にね、もう残念、自分が残念。ずっと若いと思ってたんだよ俺は。おじいちゃんおばあちゃんとかいるけど、俺はずっと若いと思ってたんだよ。でも違うんだね。
人間みんな老いていく。その老い始めが30代残念だけれども30代なんです。そこでおすすめしたいのがアンチエイジング。なんか通販みたいですけど、そこでおすすめしたいのがアンチエイジングなんですよ。アンチエイジングっていうのはずっと若さを不老不死のように保つっていう、そういうことがアンチエイジングっていうんじゃなくて、アンチエイジングっていうのは誰でも老いは来るんだけれども、その老いを緩やかに遅くしていきましょうっていうのがアンチエイジング。例えるなら車です。雑に車扱うとすぐ壊れます。でも大事に乗ると車長く使えます。それと同じなんですよ。そこでおすすめしたいのが僕は3つあります。1つ目はですね、適度な運動ですね。やっぱり体を動かしていると健康をキープすることができるのですごく大事です。僕は今朝もジョギングをしてきました。軽く40分ぐらい走ってきましたかね。水泳をすることもあったりします。この適度な運動っていうものを固定してやっていきましょう。で、2つ目はですね、十分な栄養です。栄養がすごく大事。体っていうのは結局栄養からできてるわけですよ。だから栄養をしっかりとっていきましょう。僕が意識しているのはサプリメントです。やっぱり食べ物だけ摂取しててももちろん空腹は満たされるんですけれども、食べてるイコール栄養が摂取されているとは限らないわけですね。なので日頃の生活で摂取しづらい栄養素、サプリメントっていうものを僕は毎朝摂るようにしています。そして3つ目が美容でございます。アンチエイジングにね直結してきますね。結構僕美容大事にしてるんですよ。例えば週に1回最近パックをしております。パックをしていますし、あとですね、最近AGA 治療も始めました。皆さん AGA 治療ってご存知ですか？ AGA 治療っていうのは簡単に言ったら、ハゲ防止です、ね。ハゲたくないんです。だけれども僕の親父ハゲてます。僕のおじいちゃんハゲてますハゲ界のサラブレッドです。必ずこの後僕は来ると思います。でもそのタイミングを少しでも遅くしたいんです。なのでAGA 治療を始めています。このアンチエイジングは早く始めれば早く始めたほどいいんですけれども、大体30代前半の先生っていうのはあんまり必要感感じないんですよね。で、30代後半ぐらいになって私やばいじゃんって思い始めてから始めるんだけれども、その時には後の祭りなんですよ。こんなことよく言いませんか？なくして気づいたバカな俺だから。8つ目、おしゃれから身だしなみに意識を変えていきましょうということですね。おしゃれと身だしなみはね、いきなりですけど違います。おしゃれっていうものは自分のために行うものです。自分が気持ちよくなるために行うものです。身だしなみっていうのは相手のために行うものなんですね。で、30代になると結構いろんな対外的なミーティングとか打ち合わせが結構増えてきたりするんですよね。やっぱりおしゃれを楽しんでることに対して懐疑的な目線を持つ方がやっぱりまだ中にはおられるんですね。そんなところで自分が敵を作ったらもったいないじゃないですか。なので30代になったらおしゃれはいいですよ。土日に好きなだけしてください。僕も今写真見てください。サングラスかけてキャップかぶってガムくしゃくしゃ噛みながらね、その辺ポケット手突っ込んで道歩いてますけれども、今違いますよ。ガム噛んでないし、サングラスもしてないし、キャップもかぶっていません。一応ね、襟のついた服を着てそれらしくね撮影してますけれども、こういう風にしておくだけで変なね敵を増やすことがなくなるっていうことです。おすすめは2つあります。1つ目は襟のついた洋服で働きましょうっていうことですね。もちろん T シャツも着てていいんですよ。体育の最中とか短パンとかもね着てて全然 OK です。だけれども基本的には襟のついたポロシャツとかシャツとかユニクロとかでいいんですよ。そういった襟のついた洋服で仕事をしているだけで突発的に教育委員会の主事さんとかが教室に入ってきてもですね、自信満々で肩で風切って機関指導ができるようになりますからね。僕自身もやっぱり30代中盤から襟のついた洋服でお仕事をするように自分の中で意識をね変えていきました。で、2つ目はですね、ちょっとだけいいアイテムを持つといいです。今からですね、僕が30代の時に購入したちょっといいものを少しだけね紹介していきたいと思います。まず1つ目は今これ今日ペロッと出てますけれども、文房具ペンですね。じゃん、こちらゴールドとシルバーで別に純金とプラチナっていうことじゃないんですけれどもね、でもちょっといい値段したボールペンですね。しかも名前入りです。ちょっと見えづらいかもしれませんけれども、実は優位宮沢っていう名前が入っていたりします。筆箱もですね、昔はヨレヨレのクタクタのね筆箱使ってたんですけれども、レザーの筆箱に
変えています。名刺入れもですねレザーのものを使っていますし、紙も結構ねいい素材のものを使ってるんですね。若干厚みがあって肌触りも和紙っぽい雰囲気、さらに字もですねただの印刷じゃなくて活版印刷っていうものを使っています。時計です。オフィシャルなお仕事とか出張とかスーツを着るときには1個だけいい時計を持っていると僕はすごく重宝するんじゃないのかなっていうふうに思います。例えば最近だったらスマートウォッチをつけてる先生も多かったりしますよね。Apple Watch とか、僕はこれ Google Pixel Watch ですけれども、そのスマートウォッチもバッチリいいと思います。もう少しちょっとオフィシャルな感じにしたいな、仕事できる風にしたいなっていうふうに思う30代の先生におすすめの時計があります。それは今僕がしている一つはセイコーですね。セイコーっていうのはやっぱ日本のブランドだし嫌味がない。あと外国のブランドでもオメガとかロレックスとかつけてたらねちょっとやらしい感じしませんか？そんな先生におすすめなのはタグホイヤーとかいいと思いますね。タグホイヤーとかはお若い先生がつけていても全然嫌味にならない。タグホイヤーとかこういうセイコーとかすごくおすすめです。さあ9つ目でございます。9つ目はですね資産運用でございます。これは20代の教師に伝えたいことでも紹介したんですけれども、あの時にお伝えしたのは20代の先生も毎月3万円、1年間で30万円、それを3年間続けて100万円を貯めてみましょう。そうしたら人生変わっていきますよっていうようなねお話をさせていただいたんですけれども、30代の先生もぜひぜひこの貯蓄、資産運用っていうものを継続していきましょう。ただし30代の先生は結構大きなライフイベントがあったりするんですよね。なのでドカーンとお金を使う機会っていうのが結構あったりして、なかなか貯めづらいっていうのがぶっちゃけ30代なんですよね。出費が多い割にそこまで給料が伸びていってないっていう一番苦しいのが実は30代なんですよ。これ元30代の僕分かります。苦しいんですよね30代の財布事情っていうのは。でもその中でやっぱしっかりと貯められる人と全然貯められない人っていうのは分かれてくるわけです。30代でこれだけきっちりお金を貯めることができたら合格ですっていう明確な金額を今から紹介しますね。それは1000万欲しいですね。1000万何それ1000万なんてって思うかもしれませんけれども、でも全然無理じゃなくって30歳から39歳まで10年間コツコツと続けていくと実は溜まっていくんですよ1000万って。とりあえずお金貯まったらとりあえずは新NISAでいいんじゃないですかね。新NISAで定期的に積み立てしていくっていうだけであれ最大枠は1800万円ありますから、1800万円全部使わなくても1800万円のうち1000万円ぐらいを回していく、あるいは500万円新NISAで500万円現金で持っていく、その内訳は何でもいいです。細かいことはあんまりお話ししませんけれども、とりあえず資産として1000万確保しておくと30代教師としてはもう十分合格優秀じゃないのかなというふうに思います。最後10個目です。これは家庭を持つということですね。これはちょっとナイーブなお話になるのでね、最近は家庭を持ちましょうとか結婚しましょうとか子供を持ちましょうとかそういう発言っていうのは回避されがちですよね。分かってます。重々分かってます。重々分かった上で個人的な見解なのでお話をさせてください。まず生き方として結婚しようと独身でいようと好きでいいですよね。好き好きでいいですよね。これはまず大前提として伝えたいです。どっちでもいいです。で結婚したとしても子供を持とうと子供を持つまいとどっちでもいいですよね。好き好きでいいと思います。中にはいろんな背景あるいは体のことから子供を持ちたくても持つことができないっていう人も中にはいると思います。分かってます。いろんな背景を理解した上でお話をさせていただきたいと思います。もしもですね、今これをご視聴いただいているあなたがいつか結婚したいな、あるいはいつか子供が欲しいなっていうふうに思っているんだったらそのための努力を労を惜しまずしていただきたいなってそういうことでございます。そういうお話をしたいんですね。やっぱり何を隠そう僕自身が28の時に結婚して、そしてありがたいことに子供を5人授かって授かりました。で結果僕の中では本当に良かったなって思うことの連続だったんですね。もし妻がいなければ、もし子供たちがいなければ僕は今ここにはいることができないと思いますね。
もっと腐ってたと思います。僕は結構ねネガティブなんです。すごくで落ち込んじゃって泥沼に足がはまっちゃってですね、再起がなかなかできないんですね。意外に思われるんですけど、僕は結構ネガティブなんです。そういう人間なんですよ。だけどやっぱり近くにいつもパートナーがいてくれると心の支えになります。そしていつも子供がいてくれると、子供って純粋で、こっちが例えば落ち込んでることがあっても「ねえ父ちゃん見て、保育園で絵描いたよ」って言ってまっすぐな目見てキラキラ輝かせて来てくれるわけです。その時にこっち全然無理してるわけじゃないんだけれども、その絵を見てニコってなれるんですよ。ニコってなって「頑張って描いたね、いいじゃんいいじゃんいい絵じゃん」っていうふうに言ってやれるんですよ。でも今子供の声聞こえて、ちょっと入れてみますか。葵くんおいで。ちょうど偶然今入ってきました。はい。よいしょ。これですよ。わけわかんないじゃないですか。今なんか歯ブラシをしゃぶってですね、鼻水もダラッダラ垂らしてですね。こんな顔見てたらその落ち込みようがないんですよね。そういう意味ではすごく子供に励まされてるし、磨いてますけど、この子たちのためにも頑張りたい。もちろん自分の人生だから自分のためにっていうのが一番僕は大きいし、それで僕はいいと思うんだけれども、でもこの子たちのために頑張りたいなっていう自分自身をなんか強くしてくれる存在、強くあろうとさせてくれる存在が家族であり子供なんじゃないのかなっていうふうに思ってますね。はい、ありがとうね。じゃああっち戻ろうかね。バイバイ。バイバイ。はい、ということでございました。いかがだったでしょうか。今日は教師が30代のうちにしておきたい10のこと、こんなテーマでお話しさせていただきましたけれども、いや随分長い時間をね動画で喋ってしまって申し訳ありませんでした。ただ自分自身が39歳から40歳40代になって1本目の動画です。1本目の動画になったので、自分としてはすごく大事な動画にしたいなっていうふうに思ったんで、自分の思ってることを丁寧に、そして本音でお話をさせていただきました。もちろん賛成のところもあれば、自分はそうは思わないなっていう反対のところもあったと思います。それは人それぞれいいと思いますけれども、自分自身10年間一応30代をやらせていただいて、そのおじさんからのちょっと遺言じゃないね、遺言じゃないけれども、そういう言葉だと思って聞いていただけたら幸いでございます。今日の動画が面白かった10個のうち1個でも面白かった、役に立ったなっていうふうに思っていただけるところがあれば、よければいいねとかコメントしていただけるとすごい嬉しいです。よろしくお願いします。最後一つお知らせさせてください。じゃん、こちら研究所メンバーシップというものを行っております。で、研究所メンバーシップでは毎週金曜日ライブ配信を行っています。ライブ配信っていうのはこう収録した動画ではなくって、本当にオンラインインターネットでつないでライブ、僕がリアルタイムでお話をさせていただく。で、皆さんは顔は出ないんですよ。顔は出ないけれども僕が喋った内容を聞くことができますし、チャットとかでコメントできるんですね。で、自分の本名とかが出てくることはないので、いろんな学級経営に関する質問とか意見とか自分の困りとか悩みとか僕のプライベートに対する質問とかもすることができたりするわけです。ですごく楽しい1週間に1度の交流の時間になってるんですけれども、昨日がその金曜日だったんですね。で、9月13日僕が40歳になった記念すべきライブ配信だったので、なんとですね、今日は30代で大事にしたいことを10個紹介したんですけれども、これから40代を僕は走るにあたってこれから10年間40代やらせていただくわけですけれども、何を見てるのか、どういうことを頑張ってやっていきたいっていうふうに思ってるのか、そういったことをお話しさせていただきました。今フィリピンセブ島にいますけれども、この後一体どういう人生を歩もうとしているのかっていう、そんなお話しさせていただいておりますので、ぜひぜひ研究所メンバーシップにご登録いただければ、昨日行ったライブ配信もアーカイブ記録として残してありますので、これも今すぐご視聴いただけます。気になった方よければ研究所メンバーシップにご登録ください。お待ちしております。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。本当に長い動画にもかかわらず今最後まで見てくれてる人は一体何人いるんでしょうか。分かりませんけれども本当に嬉しいです。ありがとうございます。また40代も宮沢優教育研究所頑張って動画撮影していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。